こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は1月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと1月31日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。ロンリーマウンテンスノーライダーズ1月21日発売日初日からゲームパスに対応しています。ロンリーマウンテンダウンヒルの続編となる最新作です。前作はマウンテンバイクで険しい山を下っていくという作品でしたが、最新作の舞台はそのタイトルの通り美しい雪山に、深い雪や凍った湖など様々なロケーションでスキーを楽しむことができ、ゲームを進めていくごとに新たな装備やトリックを入手することができます。また前作にはなかったオンラインプレイにも対応。最大8人までのプレイヤーで限られたチェックポイントを慎重に分け合いながらチームを組んで雪山を下っていく協力モードとスピードを競い合う対人モードを楽しむことができ、他機種とのクロスプレイにも対応するとのことです。ちなみに前作のダウンヒルも発売当時にゲームパスに対応していて、外れるまでの期間はなんと5年間でした。すごくシンプルな操作で複雑なシステムもないのについつい熱中してしまう中毒性の高い名作だったので、続編の方もとっても期待しています。オンラインプレイも盛り上がりそうですね。ジャイガンティックランページエディション1月22日からゲームパスに対応します。本作は Day1 タイトルではないためゲームパススタンダードにも追加されます。5対5のモバ系シューティングゲームです。様々な能力を持つヒーローから好きなキャラを選択し、敵チームのガーディアンの撃破を目指していく作りとなっています。なお今作は日本語には未対応です。スターバウンド1月22日からゲームパスに対応します。こちらも Day1 ではなくゲームパススタンダードにも追加となります。テラリアのスタッフが開発を手掛けた探索や建築、サバイバルの要素が楽しめるサンドボックス型の 2D アクションゲームです。SF な世界観が特徴でもあります。今作も日本語には未対応となっています。オークスマストダイデストラップ1月28日発売日初日からゲームパスに対応します。タワーディフェンスと三人称視点アクションを組み合わせたシリーズの最新作です。大勢の群がる敵たちをどんどんと罠にはめたり様々な武器で倒していく爽快感が売りの作品ですね。今回は最大4人のオンライン協力プレイに対応しています。前作では2人まででしたのでより大勢で楽しむことができますね。かなり面白いシリーズなので最新作がゲームパスで遊べるの嬉しいです。エターナルストランド1月28日発売日初日からゲームパスに対応します。剣と魔法のファンタジー世界を舞台にした三人称視点のアクションアドベンチャーゲームです。過去にアサシンクリードやドラゴンエイジなどの開発を手掛けたベテランクリエイターたちが新しく設立したスタジオのデビュー作でもあります。本作は環境を生かしたゲームプレイが特徴となっていて、氷の魔法を利用することで崖に橋を架けることができたり、火を放つことによって草むらごと敵を焼き払うことも可能。また岩や木を念力で投げることができたりなど、魔法を駆使したアクションを楽しみながら秘密に満ちた世界を自由に探索できる作品となっているとのことです。武器種は両手剣、片手剣と盾、そして弓の3種類と9種類の魔法が用意されていて、様々な武器と魔法を組み合わせた多彩なアクションを楽しめる作りとなっています。さらに本作には人間くらいのサイズの敵の他にも様々な種類の大型モンスターが登場します。この巨大なモンスターにはそれぞれ弱点が存在していて、巨大な体をよじ登って防具を破壊することで弱点を見つけ出すといった特徴も存在。大型モンスターは魔法で手や足を凍らせて動きを鈍くしたり、毛皮を焼き払ったりすることでより有利に戦闘を進めることが可能に。そして倒した敵から素材を入手し、新たな武器や防具を作成することでさらなる強大な敵と戦っていけるようなゲームとなっています。本作はゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムやドラゴンズ・ドグマ、ワンダと巨像といった国産タイトルから影響を受け作られていると明かされていて、一部巨人やキャラクターの装備のデザインにはシャドウ・オブ・ザ・ダムドやノーモア・ヒーローズなどでおなじみの須田剛一さんが協力を行っていると発表されています。
さらに発売後のアップデートではスクウェア・エニックスとのコラボが行われることも発表されており、詳細は不明ながら FF14 と16の開発スタジオとのコラボとなるとのことです。海外の新スタジオでありながら様々な方面で日本に向けてアプローチを行っている今作、触れるのが楽しみです。JD Part of Me 1月29日からゲームパスに対応します。Day1 ではないためゲームパススタンダードにも追加となります。とある少女と彼女の影を操作してパズルを解いていくアドベンチャーゲームです。少女の方は 3D 空間を移動でき、影の方は 2D の平面でできた壁の中しか移動することができず、交互に操作をしていくような作りとなっています。また、独特な水彩画のスタイルで描かれているのも今作の魅力で、幻想的な世界観を冒険することができる作品です。スナイパーエリートレジスタンス1月30日発売日初日からゲームパスに対応します。ステルス要素を備えたスナイパーに重点を置いた TPS シリーズ最新作です。遠くからスナイパーライフルを使用して敵を倒すことによってキルカメラによる派手な演出が発生し、銃弾が敵の体内を貫く様子が表現されるのが特徴のタイトルとなっています。いやー、このキルカメラの演出が本当にとんでもなく気持ちいいんですよね。前作5も Day1 でゲームパスに対応していましたが、最新作のレジスタンスもゲームパスで楽しめる形となります。本作の物語は前作5と並行して展開される作りとなっていて、特殊作戦執行部の工作員として前線から遠く離れたフランスを舞台にした隠された戦争が描かれていきます。登場する武器はシリーズでも人気なものに加えて、第二次世界大戦時代の本格的な武器も新たに登場。プレイ中に作業台を見つけることによって新しいスコープや重心、マガジンなどをお好みにアップグレードすることも可能です。なお、過去作同様にキャンペーンモードはフレンドと一緒に協力して遊ぶことが可能。その他にも最大16人で対戦することが可能な対人戦や、他のプレイヤーと協力して次々と押し寄せる敵たちを倒していくサバイバルモードも収録されます。スナイルシリーズの打つ気持ちよさは唯一無二なので、2プレイの方には触ってみてほしいです。前作5の方も現時点ではまだゲームパスに対応しているので、気になる方はぜひ。シチズンスリーパー2 1月31日発売日初日からゲームパスに対応します。テーブルトーク RPG の持つ自由度やダイスによる変化などをシステムに取り入れた SF アドベンチャーゲームです。本作では1日の始まりにダイスを振り、出た目を振り分けることによって様々なアクションを実行していくこととなります。ダイスの目やスキルなどによってタスクの成功率が変化していく中で、スキルや宇宙船のアップグレードを行いつつミッションをこなしていくといった内容となっています。ゲームボリュームは前作よりも大規模になり、バラエティに富んだ内容になっていると明かされています。なお、現時点では Steam、Xbox ともに英語のみに対応し、日本語を含む多言語には未対応と記載されています。前作の方も2022年の5月にリリースされ、発売当時は日本語未対応でしたが、2024年2月のアップデートで日本語に対応するという形式でした。前作の方も現時点ではゲームパスに対応しているため、気になる方はまずは前作を遊んでみてはいかがでしょうか。さらに、ファークライニュードーンが2月4日からゲームパスに対応することが決定しました。ファークライ5の舞台を引き継いだスピンオフ作品です。こちらは2月前半の動画で詳しくご紹介させていただきますね。ここからは1月31日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。アヌチャード、追加から1年で終了となります。滅亡した王国に輝きを取り戻すために冒険へと旅立つ 2D のドット絵で作られたアクション RPG です。アクションやシステムは比較的シンプルで、ストーリーを追いながらダンジョンを攻略していくような流れの全体的にレトロな感じのタイトルとなっています。プロフォース、追加から1年半で終了となります。ロケットランチャーやガトリングガンといった強力な武器を使って敵をぐちゃぐちゃにめちゃくちゃに破壊しまくってステージを攻略していく 2D アクションゲーム。複数のアクションヒーローのパロディキャラが出演するのも今作の特徴です。
本作では壁すらも破壊可能なため、とにかく正面の壁をひたすら破壊し突き進めばいいといった脳筋炸裂な攻略方法も可能となっています。なお、ローカル、オンラインともに最大4人までの協力プレイにも対応しています。シリアスサム、シベリアンメイヘム、追加から1年半で終了となります。群がり押し寄せる膨大な数の敵たちをとにかく銃で倒しまくるキャッハーなステージクリア性の脳筋 FPS ゲームとなっています。日本語には未対応ですが、最大4人までのオンライン協力プレイにも対応しています。とにかくあーって叫んで突っ込んでくる敵を何も考えずあーって乱射しまくりたい方におすすめの作品です。超 B 級な感じの悪ノリが好きな方、ぜひ。マケット、追加から1年半で終了です。3D アドベンチャーと騙し絵の要素を組み合わせた一人称視点のパズルゲームです。騙し絵をうまく取り入れたパズルアクションゲームといえば、現在もゲームパスに対応しているスーパーリミナルも似たようなジャンルのゲームですね。スーパーリミナルの方の完成度が高すぎるため、比べてしまうとどうしても驚きや発見などの感動は薄いですが、かなりコンパクトなボリュームなので、気になる方は触ってみてはいかがでしょうか。私はクリアまで2時間でした。ダーケストダンジョン、追加から2年で終了となります。入るたびにダンジョンの形状が変わるローグライクダークファンタジー RPG。本作は国内の Xbox では未配信となっていて、日本語にも対応していません。デスドア、追加から3年で終了となります。いやー、ついにデスドアが外れてしまいますね。本当によくできた作品で、私のお気に入りです。本作は見下ろし型の 3D アクションゲームとなっていて、ゼルダの伝説に近いような作りとなっています。謎解きと戦闘は簡単ではないですが、難しすぎず程よい難易度で作られていますし、BGM や世界観もとっても美しく印象的です。ボリュームも長すぎず短すぎずな感じなので、遊んだことがない方にはぜひ触ってみてほしいです。私のプレイで実績コンプまで15時間でした。なお、実績には傘以外の近接武器を使わずに本編をクリアするというものがあるため、その点だけご注意ください。傘は初期装備の剣の半分の攻撃力しかないため、コンプするためには縛りプレイが必要となります。コンプを目指さなければもっと短く遊びきれるボリュームですよ。リプレイの方、見逃さずぜひ。さらにゲームパスアルティメット加入者向けに無料配信されているペルソナ3リロードエクスパンションパスの受け取りは1月31日をもって終了となります。ペルソナ3リロードの後日談となるエピソードアイリスをはじめ、様々なコンテンツを収録した DLC セットです。こちらは他のゲームパスタイトルとは違って DLC を無料で購入できるという扱いとなっているため、自身がゲームパスから抜けたり、本作がゲームパスから外れた後であっても所有したままとなります。ゲームパスアルティメットに加入している方でしたら、全員が無料で入手できるため、配信終了までに皆様必ず購入しておきましょう。概要欄にリンクを貼っておきますので、まだ未所持の方はご利用ください。なお、ペルソナ3リロード本編は1月後半の現時点ではまだゲームパスから外れるというアナウンスはされていません。ということで今回は1月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと1月31日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。